これでわかるメデューサとダナエ。美しかったがゆえに人生に翻弄された二人。まずそれぞれをご紹介してから二人の接点となるお話をしていきます。メデューサ。髪は毒蛇、歯はイノシシの歯、目があったものは石に変えてしまう恐ろしい怪物。実は石に変えたというのは、メデューサを見た者は誰もが恐怖のあまり石になってしまったということらしいです。でも元は美しい人間の女性でした。最高神ゼウスの兄ポセイドンに言い寄られ愛人になります。ポセイドンは妻帯者。妻にバレないように女神アテナの神殿でメデューサと仰せを楽しみます。妻にはバレなかったのですが、アテナにバレます。アテナは知恵の女神であり、純潔を貫いた処女神。こういうことが最も嫌いでした。それに加え、メデューサのことをよく思っていなかったという話もあります。それはメデューサが美しい髪を自慢していて、アテナの髪より美しいと言ってしまったとか。そしてアテナに醜い怪物の姿に変えられてしまったのでした。美しい髪が醜い蛇に変わったのも説明がつきますね。ダナエ。アルゴスという国の王女でした。父であるアクリシオス王が跡継ぎのことを心配して信託を受けることにしました。すると男の子は生まれない。娘の子供が男の子でいずれお前を殺すことになるだろうと告げられてしまいます。ダナエは美しく成長して求婚者が後を絶えませんでした。子供が生まれることを恐れた王はダナエを塔に閉じ込めました。それで安心していた王ですが、そこに最高神ゼウスが現れます。ゼウスは美女好きな浮気者で有名な神。塔に閉じ込められているダナエさえ見つけます。そして黄金の雨に変身して塔に降り注ぐように入っていきます。ゼウスは何にでも変身できました。こちらの絵をご覧ください。クリムトのダナエ。豪華なベールに包まれていることから身分が高いことを、体が曲がっていることから父親によって幽閉されていることを暗喩しています。ダナエに黄金の雨が降り注ぎます。この絵はゼウスを受け入れているところ。多神教は性に奔放で官能的ですよね。それから自由すぎる神が多いです。ゼウスを筆頭に。一神教の場合、神は人間にどう生きるかを指示する存在、完璧でなくてはいけません。多神教の場合は指示するのではなく、人間が努力しながら生きるのをサポートする存在。人間の願望が多様であるのを反映して、それぞれの面をサポートできるようにと、神の数が多くなったとも考えられているようです。そう考えると、ある意味ゼウスは男性の願望から生まれたのかもしれませんね。ちなみに黄金の雨は金貨で描かれることも多いです。その場合はよく次女が金貨を集めてたりもします。話を元に戻します。その後、ゼウスとダナエの子供が生まれました。男の子、ペルセウスと名付けます。アクリシオス王は恐れました。たださすがに娘と孫を殺すことはできず、二人を島流しにしました。セリフォス島という小さな島に流れ着き、上司ディクトゥスに助けられます。ディクトゥスは二人を解放し、ペルセウスの養育までしてくれました。島の人たちは美しいダナエに恋をしました。その中でディクティスの兄であり、島の王ポリュデクテスに狙われてしまい、しつこく付きまとわれていました。ダナエは拒みます。母が嫌がっているのを見て息子ペルセウスは母を守ろうとします。ある日、ポリュデクテス王は他の国の王女の結婚祝いに贈り物をしようとします。みんなに何かふさわしいものを献上してくれと言います。一同は馬を贈りましょうと言いました。ですが思春期で生意気、王に反抗的なペルセウスは、自分なら馬なんかよりゴルゴンの首でも取ってくるのに、と豪語してしまいます。ゴルゴン姉妹という恐ろしく強い怪物がいました。そこに行けば生きて帰ってくることはないだろうとポリデクテス王は思います。
しめしめ、邪魔者ペルセウスがいなくなったらダナエを俺のものにできるぞと思い、ペルセウスに是が非でもそれを取って持参するようにと言います。ペルセウスはダナエとゼウスから生まれた人間と神のミックス。後に英雄ペルセウスと言われるようにたくさんの武勇伝を作っていきます。英雄というと悪を倒す心優しい正義のヒーローをイメージされる方が多いと思いますが、ギリシャ神話に出てくる英雄は立派で素晴らしいとは限りませんのであしからず。この時ペルセウスは勢いに任せていってしまったものの、どのようにしたらいいのかわからず途方に暮れていました。そこに女神アテナが現れ、グライアイのところへ行くように勧められます。グライアイとは3人で1つの目と歯を交代に使っている老婆でした。ペルセウスはその大事な目と歯を一旦奪い、ゴルゴンの居場所を聞き出します。それと翼のついた飛ぶことのできる靴、姿を隠せる兜、首を入れるための袋をもらいます。そして伝令の神ヘルメスから首を切るための鎌と、知恵の女神アテナから鏡のような盾をもらいます。ちなみにヘルメスもアテナもゼウスの子供です。ペルセウスとはそれぞれ母親は違いますが兄弟ということになりますね。ゴルゴン3姉妹のうち唯一不死身ではない妹を狙います。それがメデューサでした。姉妹は眠っています。石にされないようにアテナからもらった盾にメデューサを移し、直接見ないようにしてヘルメスからもらった鎌で首を切り袋に入れます。物音に気づいた姉2人が目を覚まし、メデューサの首を取り返そうとしますが、ペルセウスは見えなくなる兜で姿を消し、飛べる靴で逃げます。帰り道、エチオピア王国で美しい少女アンドロメダが生贄にされるところに遭遇します。彼女はこの国の王女でした。いろいろあってこの国の王は自分の娘を生贄として授けなければならなかったのです。ペルセウスは王に聞きます。もし私がアンドロメダの命を助けたら、私と結婚させてくれますか？王は、やるとも、娘だけでなく王国ごと、と言います。ペルセウスはヘルメスからもらった鎌で怪物をやっつけました。もし結婚はダメと王に言われてたら助けたんですかね。助けてたと信じたい。その後、アンドロメダの婚約者が現れますが、メデューサの首を袋から取り出してみせ、石にしてしまいます。メデューサは首だけになっても活躍するんですね。そしてアンドロメダを連れてセリポス島に戻ります。そこで母ダナエを乱暴に扱うポリュデクテス王を見てしまい、激怒したプロメテウスは、王に首を取ってきたよ、とメデューサを見せ、石にしてしまいます。そして命の恩人の王の弟ディクティスを王座に迎えさせ、平和に暮らします。ですがしばらくすると、ダナエは故郷を恋しく思い、ペルセウスも自分の生まれた地を知りたくなりました。そしてアンドロメダを連れて3人でアルゴスに戻ります。その際、メデューサの首をアテナの盾につけて返しました。この最強の盾はアイギスと呼ばれるものですが、英語読みはイージス。高度なシステム搭載の艦艇であるイージス艦の語源になっているそうです。アルゴスのアクリシオス王は孫が帰ってくるのを知り、慌てて北の方へ逃げます。祖父と会ってみたいと思っていたペルセウスはその噂を聞き、北へ向かいました。すると円盤投げの競技会がありました。ペルセウスは気まぐれで出場します。彼が投げた円盤が客席の方へ飛んでいき、一人の白髪の老人に当たってしまい、戻らぬ人となりました。それがなんと祖父であるアクリシオス王でした。つまり神託通りになってしまったのです。運命は変えられないということですかね。メデューサとダナエ、美しかったがゆえに言い寄られたり、怪物にされたり、閉じ込められたりと大変な人生でした。周りが放っておいてくれたらと思っていたんではないでしょうか。では最後に彼女たちにまつわるギリシャ神話の絵画を見ながらお別れいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。